今の新品より26万円安く、でも値上げ前の新品よりは36万円高い。そんな147万円の Apple 認定セーブ済み品の MacBook Pro を僕は購入しました。安く買えたとも言えるし、高く買ったとも言える。どちらも事実です。これは本当に妥当な買い物だったのでしょうか。この MacBook Pro が必要だった理由ははっきりしています。Mac Studio と MacBook Pro に分かれていた作業環境を持ち運べる1台へまとめる必要がありました。ただ、仕事道具だからという理由だけで高くなったこの MacBook Pro を買う判断が妥当になるというわけではありませんよね。なぜ Apple 製品はここまで高くなってしまったのか、そしてこの先さらに高くなっていくのか、僕たちはいつ何をどのように買って何年間使っていくべきなのか、調べていくと変わり始めたのは価格だけではありませんでした。変わっているのは買い方そのものです。僕が購入したのは14インチの MacBook Pro です。M5Max チップを搭載していて、メモリは 128GB、ストレージは 8TB です。ディスプレイはナノテクスチャーで、カラーは久しぶりのシルバーです。値上げ前に全く同じ構成を新品で購入していた場合、価格は111万8800円でした。それが現在では173万4800円です。製品も性能も搭載されている機能も全て同じです。変わったのは価格、ここだけです。この値上げ前と現在の新品の差額がなんと61万6000円です。61万6000円。この差額があれば Vision Pro を購入できます。僕はその間にあたる147万3800円で Apple 認定整備済み品を購入しました。つまり現在の新品よりは26万1000円安く、値上げ前の新品より35万5000円ほど高い価格になっています。ではこの61万6000円という差額は一体どこから来たのでしょうか。Apple 側の説明はかなり明確で、原因はメモリとストレージの価格上昇です。価格改定のおよそ1週間前、Apple CEO のティム・クックさんはメモリとストレージのコスト上昇を理由に残念ながら値上げは避けられない、そういう風に話していました。そしてその数日後、Mac や iPad を含む多くの製品が一斉に値上げされました。少し皮肉なのが、今回購入した MacBook Pro が 128GB のメモリと 8TB のストレージを搭載しているということです。まさに Apple が値上げの理由として挙げたこの2つの部品を大量に搭載しています。ただし、この約62万円の全てが部品価格の上昇分だと断定することはできません。Apple は個別の仕入れ価格を公開しているわけではありませんし、製品の価格は部品代だけで決まるものでもないからです。一方でメモリ市場が異常な状態にあることも事実です。その背景にあるのが AI とデータセンターへの巨額投資です。ただ AI 企業が Mac に使われるメモリを直接買い占めているわけではありません。AI サーバー向けの高性能メモリや大容量ストレージの需要が急増し、メーカーの生産能力や設備投資の優先順位がより収益性の高い AI 向けへ移っています。なので部品価格の高騰は本物です。ただ62万円という値上げ幅全ての理由にはなりません。日本で購入する Apple 製品の価格にはもう一つの上昇要因が重なります。為替です。ここで知っておいてほしいことは、最近の Apple 製品の値上げを全て同じものとして考えないということです。6月の Mac や iPad などの値上げは日本だけではありませんでした。米国を含む多くの地域で製品の価格そのものが引き上げられました。これはメモリとストレージのコスト上昇を理由とした世界的な価格改定です。一方でその後日本で行われた iPhone とか Apple Watch、AirPods の値上げは違います。この時米国での販売価格は変わっていなかったんです。アップルはこの値上げの理由を正式には説明していないので、為替が原因だと断定することはできないんですが、改定後の価格をドルへ換算した水準であることから、円安を反映した価格調整と考えるのが自然です。実際に iPhone の標準モデルの販売価格推移を見てみると一目瞭然です。米国での販売価格は iPhone 12から iPhone 17まで6世代にわたって799ドルを維持しています。一方で日本での販売価格は iPhone 12の9万4380円から現在の iPhone 17では14万2800円まで上がっています。米国での入り口価格が長く変わっていない一方で、日本で支払う金額は大きく上昇しています。ただこのグラフだけを見て Apple が一方的に値上げを続けてきたと考えるのも正確ではないのかなと感じています。今年の3月には10万円を切る MacBook Neo を発表しました。同時期の iPhone 17e も全世代と同じ9万9800円を維持しながら最小ストレージを 256GB へ増やしています。
今回の値上げでこれらがどちらも10万円以下ではなくなりましたが、それでも Mac や iPhone を初めて買う人に向けた入り口としては非常に価格を抑えた存在です。僕はね、ここには Apple の企業努力を本当に強く感じていました。ただ一つだけ聞きたいです。ナノテクスチャーディスプレイのオプション料金までしれっと3000円上がっているのはなぜですか？このディスプレイにメモリは積んでいますか？ Absolutely amazing. ではこの先 Apple 製品はさらに高くなるのでしょうか？正確な価格を予測することはできませんが、今後の価格を考えていく上で見るべきものが3つあります。1つ目はメモリとストレージの部品価格です。2つ目がドルと円の為替。そして3つ目が Apple がコストをどこまで吸収して製品価格へ反映するのかという価格設定の判断です。これら3つが同時に悪い方向へ動けば Apple 製品がさらに高くなるという可能性が十分にあるし、反対に部品価格と為替の両方が改善すれば価格が調整されたりする可能性もあるのではないかなと考えています。ただ一度引き上げられた価格が以前と同じ水準へ戻るという保証はありません。前例もほとんどないはずです。そして次期 iPhone についてもメモリ価格や為替の状況を考えればさらに値上げされる可能性は十分にあると思います。ではここが本題です。いつ来るかわからない次の値上げを待たずに今すぐこの Apple 製品を買うべきなのでしょうか？これに関しては今の僕なら条件付きではいと答えたいです。その対象は仕事トークとして必要な理由が明確であったり、現在の環境によってすでに時間や機会を失っている人です。もちろん僕は噂されている OLED ディスプレイを搭載した次世代の MacBook Pro の存在も意識していました。もしかするとタッチ操作への対応の可能性など今より魅力的な製品になる可能性は十分に考えられます。ただ発売時期や性能、価格が発表されていない製品を待ち続けていても目の前の課題は解決しません。そしてもう一つの決め手がメモリが 512GB の M3 Ultra の Mac Studio の話です。僕が今回の MacBook Pro を購入するまでメイン PC として使用していた Mac ですが、この構成は現在 Apple の新品のカスタマイズでは選ぶことができなくなりました。しかも中古市場では 512GB メモリ 2TB ストレージのモデルが350万円前後で取引された例もあります。僕が使ってたのはさらにストレージ容量の大きい 8TB モデルで、当時の価格は182万3800円でした。そして今年の2月にメンバーの俊介の使用用途で購入した同じ M3 Ultra 搭載の Mac Studio も当時の購入価格が72万8800円だったのに対し、現在では全く同じ構成を新品で購入すると98万9800円となります。この動画で様々な意見がありましたが、結果的に僕たちは相対的に得をしたということになるんでしょうか？ただ僕が言いたいのは価格の損得だけで買い時を決めるべきだという話ではありません。必要な構成がいつまでも同じ価格で買えるとは限らないし、場合によっては価格が上がるだけでなく構成そのものが選べなくなる可能性があるということです。だからこそ必要性が明確になった段階で購入をして、その道具が価値を生み出す時間を早く手に入れる、僕はその方が合理的だと判断しました。ただ今買うということと新品を買うということは必ずしもイコールではありません。今回も僕が選んだのは完全な新品ではなくて Apple の認定整備済み品の製品です。今回購入した MacBook Pro は Apple の認定整備済み品であり新品ではありません。ただ一般的な中古品とも少し違うんです。 Apple 認定整備済み品製品とは Apple が動作を検査し必要な部品を交換・清掃した上で再販売している製品です。新品と同じ1年間の製品保証がつき Apple Care Plus にも加入ができます。実は先日 Apple に招待していただき、リサイクルや下取りの仕組みについて取材させていただく機会がありました。その際に伺った話では、認定整備済み品として扱われるものの中には購入後すぐに返品されたほとんど使用していない製品も多く含まれているそうです。全てが完全未使用というわけではありませんが、 Apple 自身が1台ずつ動作を検査し必要に応じて部品を交換しクリーニングした上で販売している、これは素晴らしい仕組みだと思いませんか？ただこの買い方の注意点を挙げるとすれば、 iPhone や iPad などの整備済み品製品には新しいバッテリーと外装が使われるということが公式にしっかりと明記されていますが、 Mac には同じ記載がないんです。そのため Mac に関しては必ず新品のバッテリーが搭載されているとは言い切ることができません。また購入時にメモリやストレージをカスタマイズすることもできないので、自分が必要としている構成が出てくるまで在庫を待つ必要があります。
そしてもう一つ、Apple 認定整備済み品は Apple 公式の分割払いを利用することができず、購入時にまとまった資金が必要になる点もデメリットです。ちなみに製品の外箱のデザインも少し違います。整備済み品は製品画像ではなく製品名が印字されています。なのでプレゼントとして送りたい場合はここはちょっと注意ですね。では実際にどのような状態で届いたのか開けて確認していきます。まずは外観から。小さな傷一つ見当たらず、見た目は新品と変わらないような状態です。そしてバッテリーの最大容量は 100%、充放電回数はわずか2回でした。新品より26万円安い代わりに状態を妥協したという感覚は全くもってありません。これからはこの147万円で購入した MacBook Pro を持ち運びながら使っていきます。ただでもそのリスクを1年間の通常保証だけで運用するにはあまりにも危険ですよね。そこで今回しっかり考えたのが Apple Care Plus です。日本の Apple Care Plus は最近全ての対象製品で月払いと年払いを選べるようになりました。僕の14インチ MacBook Pro の場合、撮影時点では月額1740円、または年額17400円で加入ができます。ただし Apple Care Plus に入れば事故による修理が完全無料になるわけではありません。画面または外部筐体の損傷には12900円、その他の損傷には37100円のサービス料が修理のたびに必要です。それでも MacBook Pro のような高額な製品は大きな修理が一度でも発生すれば加入していた方が負担を抑えられる可能性は高いと思います。僕もさすがに今回はこの MacBook Pro に Apple Care Plus をつけました。ただここでもやはり注意点です。これまで iPhone のみが対象だった盗難紛失保証というのは iPad と Apple Watch にも拡大されましたが、 Mac は今でも対象外です。つまり Apple Care Plus に入っていても盗まれた Mac が戻ってくるわけではありません。実際にメンバーのタクマが過去にイタリアのミラノで MacBook Pro の盗難被害に遭っています。しかも M3 Max です。これは決して人事ではありません。Apple Care Plus は所有した Mac をどう守るかというような選択です。しかし米国ではそもそも製品を所有せず必要な期間だけ借りるという新しい選択肢が始まりました。2026年7月28日、米国で Apple アップグレードという新しいサービスが始まりました。これは iPhone や Mac などの Apple 製品を月額料金で一定期間利用できるというリースサービスです。iPhone と Apple Watch は12ヶ月または24ヶ月、Mac と iPad は24ヶ月または36ヶ月の契約を選ぶことができます。では僕が今回購入したこの MacBook Pro の構成ではいくらになるのでしょうか。全く同じ構成の MacBook Pro を米国で新品購入すると現在の価格は9846ドルです。これを Apple アップグレードでリース契約すると24ヶ月契約では月額約346ドル、36ヶ月契約では月額約245ドルです。契約終了時には製品を返却して新しいモデルへ乗り換える、もしくは返却をしてサービスを終了する、あるいは残りの金額を支払って自分のものにする、この3つから選ぶことができます。100万円を超える仕事道具を最初に全額を支払わなくても使い始められる、このキャッシュが残るという点は仕事道具として考えるとメリットが大きいところですよね。そしてもし日本でも導入されればおそらく資産ではなく事業経費として効率よくリース料を処理できる可能性もあると思います。ここも法人や事業者にとっては大きな利点になるところだと思います。Apple 製品の価格が高騰していく中で所有する以外の選択肢が生まれたことは前向きな変化だったかなと感じています。では冒頭の問いに戻ります。147万3800円で購入したこの MacBook Pro、 僕の買い物は本当に妥当だったのでしょうか。今のところ妥当だと思っています。そう思いたいです。2台に分かれていた作業環境が1台にまとまり、場所を移動したとしても同じ環境で作業を続けられるようになりました。決して全く安い買い物ではありませんし、最も安い時期に買えたわけでもありません。ただオフィスだけでなく自宅や海外出張などでもパワフルに作業ができるようになったこと、そして引っ越しに伴って自宅の作業環境を整えるタイミングとも重なったことを考えると、僕にとっては今が買うべきタイミングでした。ちなみに今回追加で購入したスタジオディスプレイも Apple 認定整備済み品でお得に購入しています。先日まで使っていた M2 Max の MacBook Pro、 これも認定整備済み品でした。約2年半本当に多くのコンテンツを生み出すことができました。この買い物が本当に正しかったかどうかは、これからこの MacBook Pro を何年使って何を生み出せるかによって決まります。先日公開した Apple の環境への取り組み動画では、製品の耐久性は一番静かな環境対策だ、そういう風な考え方を紹介しました。今回は製品を購入する側から考えた動画でもあります。僕たちがどう買ってどう守りどう使い切るのか、
必要なものは必要なタイミングで納得できる方法で手に入れる。そして買ったものをなるべく長く使う。早く手に入れることができれば、その道具で何かを作れる時間も早く始まります。Apple 製品が高くなった今だからこそ、それが一番現実的な付き合い方だと思っています。ということで、まずはこの動画から新しい MacBook Pro で作っていこうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。